皆さんこんばんは。リジェストロート人の時代でございます。本日は我らがリジェクトのストリートファイターリーグ第1節ホームでの VS ゼータディビジョン戦が行われましたので、そちらの方を振り返っていきたいと思います。さあ、初回なのでチーム紹介から、今回のストリートファイターリーグ2025を戦うリジェクトのメンバーは私時戸、そしてレシャ、さらにフード、そしてビーストこと梅原さんでございます。このね、非常に強力な4人で、組ませていただいているんですが、ただね、ビッグネームで組んでるだけじゃなくて、今回はその取り組み方がですね、特徴的になっているのかなと思います。ざっくりと言うとですね、我々はほぼ毎日、リジェクトオフィスに4人で集まって、4人だけじゃないんだけどね、ものすごく今回たくさんの方々に、来ていただいて、非常に充実したオフ対戦をすることができております。でね、これを取り組みは、今後も続けていきますので、ぜひぜひ皆さん期待していいんじゃないかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回の第1節両チームのオーダーについて振り返っていきましょう。で、こちらのオーダーなんですけれども、僕らはホームなので、相手の出方を伺っての、出しになるわけですが、かなり複雑な、オーダーになっております。今回新しく考えなきゃいけなかったのが、前回は、4人目はリザーブ枠だったんですけど、今回から20対20だったら出るんですよ。出なきゃいけないので、そうなった時なんかやばい組み合わせにならないようにしたいなみたいな、トークもありつつ、いろんな可能性について考えました。で、向こうはですね、かける選手が欠場ということだったので、なんとなくなんですけど、カメラチェックとか音声チェックの段階で、かけるくんはひょっとしたら出ないのかなっていうのは、うちらのチームは、想像はしてました。で、特にその、梅原選手が、かけるくん JP 担当だったというわけでは、ないんですが、ちょっとオーダーについてはね、また、ホームとアウェイ入れ替えってもあるので、このぐらいで、勘弁していただければなと思います。ただですね、すべての組み合わせについて、取れるポイントの期待値がマックスになるような、構成を考えて、全部やったつもりです。なので、今回かけるくんがお休みであのようなオーダーになった時も、迷うことなく、出すことができました。はい、ゼータ相手はまずももちだったわけでありますが、これさすがだね。大将ももちろんものすごいプレッシャーかかるんですけど、一発目の先鋒戦もこれまだね、覚悟いるんですよ。ここでね、出てきたももちはやっぱしっかりリーダーなんだなという感じが、しました。でね、レシャーももちろん準備はものすごくしてたし、ももちに勝てる算段を立てたと思うんだけど、なんかやっぱアウェーの方が覚悟ができる時間っていうのがちょっと長いのかもしれないね。オーダーが決まってて、でホームは一応その有利ではあるんだけど、相手の出されたオーダーに対していろいろ変えなきゃいけないっていうパターンもあるから、そうなった時にいざオーダーがガチって決まってからそこで固めるまでの思考というか、そういうのは感じたね。アウェーはアウェーで誰が来るか分かんないっていうのはもちろんあるから大変だとは思うんですが、ももちのこのスタイル言うてお互いさ、結構待ち対応型っていう風に見受けられるんですが、ももちの方がやっぱ最初は受けてたよね。受けから一転して、攻めに至る。あとこの近距離のねラッシュ行った後の読み合いが、ももちに分があった。レシャーがちょっと攻め急いだところにうまくカウンターを当てられたなという感じですかね。初戦ももちさんお見事だったと思います。はい、そして中堅戦は、樋口対フード。我々は修二君に、お世話になって、ガイル戦を
やっておりました。で、この組み合わせっていうのは、去年ね、樋口とフードは同じチームだったこともあって結構対戦してたっぽいけど、やっぱりフードはうまいもんだから、そこそこ自信になった状態で今回も臨めたんじゃないかなと思います。この僕組み合わせについてはあんまり口を出すところがないので、フードがすごいうまく立ち回って樋口に対して勝利を収めてくれました。でもね、これね、全く試合関係ないんですけど、なんかね、すごい違和感が、悪い話じゃないんだけど、違和感があったのは、フードを手放しに応援できてるっていうのが、今までね、あんまりなかったんですよ、正直なところ。っていうのは、今までを通して、なんかずーっとそのマークをしなきゃいけない相手で、それは個人戦では今後も続いていくんだけど、フードの試合とかを見てると、これ倒さなきゃいけないからどうしようかなっていう目線になっちゃってたんですよ。悪いことじゃないから別にね、いいんでしょうけど、ただ今回ばかりはそういうの抜きに、とにかくフードのことを応援してる自分がいるっていうのは、このプレー素晴らしかったね。で、やっぱそういう目線になるとマジで頼もしいね、この人。一回ですね、過去にストリートファイターリーグの前身となるレイジオールスターリーグだったかな、フード時々、あともう一人の方っていうチームで組んだ時にボロ負けしたんですけど、それはね、試合自体が一先だったっていうこともあり、なんか一先だとやっぱ応援しがいがあんまりなかったんだけど、これやっぱりね、2先3先ってなってくると、この人のこのゲームのうまさ、試合でも頼れるし、チームメイトとしていてモチベーションも高いし、意見もくれるし、みんなの雰囲気も良くしてくれるから、これはね、本当に頼もしいですね。で、それはフードの試合を見て感じた。そして迎えた大将戦でございます。これヒカルくんが来たらもう僕は行くつもりだったんで、大将でも全然やったりますせって思ってたんだけど、いざやっぱりこうなったかと、レシャフードを差し置いて大将で自分が出ることになりましたかというプレッシャーはやっぱありましたね。やっぱこのチーム本当にフード、レシャ2枚看板が強くて、僕と梅さんで足引っ張んないようにするっつうのが正直なところ。梅はどう思ってるか分かんないけど、僕はそう思ってます。だからね、すごいプレッシャーあったんだけど、でも今回万全の秋体制、もっちゃん、ミリア、そして猫若さんでございます。で、その3人がただ対戦するだけじゃなくて、やっぱり意見も交換しながらやることができるっていうのは、やっぱオフの良さかなと思いました。いや、本当にありがとうございます。でね、かなり怪しいところもあったんですが、この万全の準備状態もあり、なんとか、ヒカルくんに勝利することができました。これはね、本当にね、ほっとしましたね。本当に嬉しかったです。そして、ここからはまたいつものコーナーでございます。スタッフから今節に関しての質問が届いておりますので、そちらに回答したいと思います。今シーズンは全員集まって試合に臨んでいますが、実際にやってみてどういう部分でメリットを感じましたか？試合中はもちろんなんですけど、やっぱ試合前に集まって、やっぱ今日はどういう方向で行こうだとか、そういうところを話し合えるのは本当に大きいなと思いました。やっぱね、費やした時間が長いんですよ。一緒にいる空間が長くて、で、僕らかなりね、おっさんチームっていうか、経験のね長いプレイヤーなので、雰囲気いいまま多分この終始ストリートファイターリーグを通じてできると思うんですよ。
で、雰囲気今は長い時間過ごしてると、やっぱ一体感生まれますし、一つの目標に向かってね、よりみんなで一丸となって頑張るぞっていうのが高まると思うので、それが一番のメリットだと思います。席の配置は梅原選手、時戸さん、レシャー選手、フード選手だったと思いますが、この並びはどうやって決まりましたか？また、席と席の間が近かったように見えましたが、これは意図的に近づけていましたか？はい、この席の並びはですね、適当でございました。で、1個案としてあるのが、意見出しをたくさんするであろうフードがみんなの画面を見やすい方がいいんじゃないかということで、フードが真ん中にいた方がひょっとしたらいいのかなということは、1個考えております。さあ今後ちょっと変わるかもしれません。で、席と席の間が近かったのは、別に意図的というわけではなくてですね、この長机に2個の PC を並べて、やっているため、どうしてもああいう感じに、なってしまうという感じでございました。ひょっとしたらね、カメラの都合上もうちょっと離してくれと言われることも、考えうるので、その時はね、柔軟に対応させていただこうと思います。EWC の時から空き線について変えた部分はありますか？これはですね、やはり空き線のスパをするに、していくうちにどんどん変わってきました。正直 EWC の時って直前になってから組み合わせが分かったんですよ。光くんとやるっていうことが。なのでそこからあんまり、準備っていうのはそんなにできなかったんですよ。ただ今回はホームということもあって、いろんな秋の方に、助言とスパーリングをお願いしていくうちに、空き線ってなんかこんないろんなことできるんだろうなって。例えばOD 支援法に対して、こっちの粉塵昇竜だとか、ああいう対策っていうのはミリア君に教えてもらったり、しましたし、本当にみんないろいろ助言いただいてありがとうございましたと。引き続きね、よろしくお願いいたします。対上戦で時戸さんが無敵技を一回持たなかったのはもともと考えていた戦略でしたか？正直なところ万全の準備ができていたと思いますので、若干控えめでいってもいいんだろうだとは思ってましたけど、プレッシャーかかってたということもあって、リスクじゃないんだけどね、本当は打たないことがリスクなんだけれども、ここはねビビってしまいましたね。ちょっとそこは後にチームメイトからのフィードバックもいただいたんで、今後に、反映させていかせていただきたいなと思います。はい、ここからは最近のレシャーの様子を私が皆様にお届けするレシャーレポートのコーナーでございます。今回ちょっと面白いこと たくさんあったんだけどな、言える範囲で言うと、いやでもレシャーレポートは、また次回以降にやりたいと思います。梅原レポートいきますか。今日の、試合前みんなで集まってね、カメラリハーサルとか終わって作戦も決まって一段落した状態で一発目のシャドバだったんですよ、梅原さん。ただその一発目のシャドバをやってるところにサポーターの国兄とか泰治さんとかヤスさんが突っ込んできて、またやってるみたいな、一発目っつってで、そのすごい間が悪くて罰が悪そうな梅原先生が、いらっしゃいました。はい、ということでございます。この SFL リポート久しぶりでちゃんとできてるか分かりませんが、また次回以降もやっていきますのでよろしくお願いしたいいたします。はい、そして次節なんですが、ちょうど、1週間後ですね、9月9日の火曜日、こちらは第2節、アウェイでの戦との試合となります。アウェイはね、本当にやる組み合わせがたくさんあって、でキャラクターもね、何キャラが使える人がどんどん増えてきてるので、本当に気を抜けない戦い、日々が続いていきますが、健康に気をつけて、我々やっていこうと思います。
頑張ります。そしてですね、9月6日にはですね、ワールドウォリアーがあります。こちらの方もですね、なんとしても、カプコンアップ出場を目指すべく頑張ってまいりますので、皆さんよろしくお願いいたします。それでは本日はこの辺で、次回の動画でお会いしましょう。また。